This is a Japanese let's play video of Pentiment。ペンティメント、マグダレネの章ですね。さてと、カエルを探してっていうのはお断りしたんですが、どうしようかな。工房に行って、ロープを取ってこようかな。というところでトマスさんだ。彼のご加護。亡くなった彼に心当たりがあります。帰りは見つかりそうですか？とぼけておこう。残念ながら見つかりそうにないですね。どこにあるのか見当もつかない状況です。いずれ出てきましょう、神父様。そうだな、死のお気に召すままに。その間私は探し続けるとしましょう。扉は届けば開かれるのですね。終わっちゃった。これ今、鍵持ってるのかな？持ってはいないのかな？双子は持ってますよって言えばいいんだけど。逆になんで鍵がなくなったことをしてるんだって言われそうだけど。聖母マリア。教会の中は特に何もなかったのって、聖墳場の方に行ってみます。ちょっと先に話しかけてみようか。ポール。おはようマグダレネ。壁画進んでいるかい？そうね。今日は壁画の最初の区画に取り掛かるの。タッシングとローマ帝国の創始を描くつもりよ。まあ、それに見本は必要ないだろうね。タッシングならローマ時代の遺跡が散在している迷惑なくらいに。この件に関しては評議会の意見も考慮してくれるんだよね。もちろんよ、ポール。この壁画は私と父だけでなく、町全体のためのものだから。話は聞くけど、最終的に何を書くかの判断は自分でするわ。壁画に何を書くか、何ヶ月も迷ったそうね。私は自分で決めた通りにやるわ。ありがとう。ポール、この町に私よりこの仕事をうまくやれる人はいないわ。詳細は私に任せてくれない？これにしましょうか。わかったよ、マグダレネ。何を書くかは君が選んでくれ。任せるよ。僕は君の感性を信頼しているし、ボッツもそうだ。君はこの仕事に向いているよ。頼みたいのは神のことを心に留めておくことだけだ。壁画はタッシングのみんなのためなら、喜ばせるべき人は他にもいるんでね。誰だろう。わかったわ。漁師のことを考えるわ。心配しないで。もちろんって言っとこう。ありがとう、マグダレネ。とにかく壁画が順調に進んでいるようで何よりだ。突然質問して悪かったね。次の審議会の準備で忙しくて、アンナと過ごす時間がいつもより少なかったんだ。彼女は言うには僕は疲れ切っているとやや取り乱すらしい。評議会は何か新しいことに取り組んでいるの？こんな小さな町で、評議会の仕事がそんなに本格的なものだとは思っていなかったわ。ポール、評議会の仕事を少し休んだらどう？話を聞いてみましょうか。今後タッシングの全校を対象に、1年に1回の定期点検を検討しているんだ。何の点検だろう。この考えには予想していたよりもかなり強い反発があってね。何をするんだろうね。新しいアイディアには必ず何らかの反対意見が吹きむわよ。だからといって、それに左右されてはいけないと思うわ。役に立つ提案なのはわかるけど、迷惑に感じる人もいるかもしれないわね。その理由は見当もつかないわ。毎年近所の人がいいのを仕掛けてきたらたまらないでしょうね。これだな。まさにそれが今回の悩みどころだ。こうすることで何かが壊れても自力で修理できない人たちを守ることができるんだ。アグネスやグレットのような夫に先立たれた人たちを。しかし、町全体で制定しなければこの提案を強制することはできない。いずれにせよ、この問題の解決には程遠い。このままでは春が来てしまう。自分をした人だけ受け付けるとかじゃダメなのかな。仕事に戻るとするか。邪魔をして悪かったね、マグダレネ。彼女ご加護があらんことを。終わった。こっちはアンドレアス。マグレン。会話はできない。撫でてみようか。一応ね。毎回、ワンちゃんと猫ちゃんは、なじなんてしている。マグダレネも動物には好かれるタイプかもしれない。餌はないよ。遺跡の方には行けないのかな。エルジェ。何か手伝えることはある？エルジェさんも老けたな。様子を見に来たの。特に用はないけど、タッシングの初期の歴史を知らないかと思って。その時代のことは何も知らないわ。
私は昔は時々あなたのお父さんから本を借りてたけど、どうせ無駄でしょ？無駄って読書は？どんな本を借りてたの？無駄？いや、ちょっと本に興味を示そう。なんだっていいじゃない。私はポールやアンナにとって終わりでしかないわ。製粉所に残るべきだった。ああ。どういうこと？なんてひどいこと言うの？どういうことかしら。ひどい人生だわ。惨めで、女としてもくたびれてしまって。一人っきりで死な思いを背負わされて。もう構わないで、お願い。あら、レイハルトさんに見切りをつけて、18年。あんまりいい暮らしじゃなかったのかな。なんだ。うるりて。何にもないか。俺はうるしらか。赤ちゃんが。何もないなぁ。ロープあるかな、ロープ。あったあった。これでロープは十分なはず。壇上に結べば、降りるときにコードに体を固定できる。うん。これで一応コードに入れるようになった。あ、ちゃんとロープ持ってるんだ。お父さんの様子は？お父さん様子を見に行きましたよ。寝てるかな？オッケー。あとまだちょっと質問できる人がいるはずだから。お、これは？おっつか。いやあ。ヘチが君の思い通りになったようだね。君があんな風に将棋界を納得させるとは思ってもいなかった。私結構頑固なところがあるのよ、つって。私のことをそんなに見くびってたの？頑固なんです。確かに、感動したよ。他の評議員たちはこの件についてずっと言い争っていたんだ。僕でさえ口を挟むことができなかった。そしたら君が減ってきて、数分で彼らを黙らせたんだ。君のような女性をもっとこの町にいてもいいはずだ。それはどういう意味なの？この町の意見を持つ女性がたくさんいるわ。私たちを評議会に参加させたい？そんなややこしい話してもしょうがないだ。どういう意味なのって言っとこう。まあだから、君は頭でっかちで意見を言いたがり、他の人の考えなんてどうでもいいと思ってる。なんてひどいこと言うんだ。本当にそう思う？アグネスのことを忘れたの？彼女はバカを相手にしないわよ。そんなことは言ってないよ、彼女は。ああ、もういい。忘れてくれ。とにかく、あのように評議会に立ち向かったのは素晴らしかった。自分が評議会に所属していることは分かっているが、影響力がないように思えることもある。でも影響力はあるわ。あなたは私が壁画を描くことを強く進めてくれた。まあ、あなたは評議会で最年少だもの。他の人の方がはるかに人生経験があるわ。それはいいことなのかもしれないわ。どうせクラフスとアポロじゃ、時間を浪費してしまうだけよ。さて、ちょっと考えてみましょうか。オッツは実際、評議会での自分の立場に不安を感じているよね。時々バカなこと言うかもしれないけど、あんなに慌ててるのを見たくないわ。いつも私をからかってくるのよね。やっぱり自分は大した人間じゃないんだって思い知らせてあげないと。これはこれでちょっとひどいんじゃないか。ほい。安心させてあげないと。ということで。まあ、なんかしら影響力あるでしょう。これはなんかね、これだったら年寄り偉い、ただ偉いってなっちゃうもんね。そんなことはない。これにしよう。君のお父さんがやった後だけどね。今でも悪かったと思っている。君のために頑張ればよかった。評議会で最年少というのは思った以上に大変なことだったよ。バルタスやゼルナーは僕に能力があるとは思っていないだろうし、ホールには僕はあまりにも軽率だと注意された。僕の父はこの町を変えようとして死んだ。僕は父の一生を継ごうとしているだけなのに、他の人たちは何も変えてくれないようだ。頑張ってよ、過去の栄光にとらわれず、タッシングの未来を見据えて。お父さんみたいなこと言うのね。いつも言ってたわ。評議会は重要なことをするのを恐れているって。この町は何もいい方向に変わらないとも、ずっとこのままなのよ。ちょっと未来の話をしておいてあげましょう。ありがとう。時間はかかるけど、そのうち話を聞いてくれるかもしれない。頑張れ。粘るんだ。粘り強くやろう。じゃあね。ここは？お、ブラックキルか。話は聞けるかな。エヴァ、クリスティーナ。
あら、平和とお話ができる。愛しいマグダ、オッツはいないのよ。表にいましたよ。ああ、大丈夫。必要なら後で減るから。ああ、大丈夫。私は彼を探していたわけではないの。オッツはフラットラートハウスの方に行ってしまったようなの。いやいや、今家の上にいたよ。表記からどうのこうのと言ってたけど、私に言わせればあなたを探してるんだと思うわ。オッツは優しいね。最近彼はラートハウスによく立ち寄るようになったわ。彼をがっかりさせて申し訳ないわ。彼は実際には仕事をしていないの。もうこれにしておこう。オッツはあなたのことをかなり気に入ってるようなの。でも訪問する時間があったとは驚きだわ。彼は最近町の評議会の仕事ばかりしていて、大工仕事もまだまだ腕を磨いているところよ。数年前、弟子入りすることを勧めたんだけど、彼はタッシングに残ると決めたの。オットンのような職人にはなれないとしても、彼はここの方が居心地がいいのだと思うわ。できる限りのことはしてあげたいけど、私にできることは限られてる。それに、彼は私の世話をしているように感じてると思うわ。その逆ではなくね。時の流れは面白いものよ。彼がとどまってよかった。そうでなければあなたは一人になるんじゃないか心配よ。私の父は何年も経っても母がいないのを寂しがってるみたい。オットーが恋しいことはある？父が一人になってしまうことさえなければ、私はタッシングを離れるチャンスに飛びつくわ。オッツも同じように感じたと思う。まあ子供には子供の人生があるからね。ということでこれを言いたいんだけど、オットーの話してみる？カムフリーちょっと、でも聞いてみようか。毎日ね、オッツがする些細なことで彼を思い出すの。笑顔や笑い声で。夫がいなくて寂しいけど、オッツを誇りに思ってるわ。彼は立派な若者に成長してる。彼が成長して夫となり、父親となるのを見るのが楽しみ。彼は素晴らしいハンドになるはずよ。彼が結婚する人は誰でも幸運な女性になるわ。もし彼が成長すればの話だけど、まだ半分少年みたいに振る舞っているわ。ちょっとお世辞というか言い過ぎると、ヤバさんがマグダレルに期待しちゃうから、チクッと言っておこう。それが男というものよ。死が彼らに与えた高慢な精神は自分で発揮する必要があるの。よくわかってらっしゃる。時間をちょうだいマグダレル。いわゆるわかるわ。すべての男性は結婚によって鍛えられるのよ。修行ですか。あなたがそう言うなら。とにかくあなたはやることがあるんでしょ？彼らのところに戻りなさい。今日も会えて嬉しかったわ、マグダ。じゃあ、ティルさん。ちょっといいですか？なんだい？オッツは君は絵に夢中だと言っていたよ。私は壁画の最初の区画を描くために、タッシングの初期の歴史を調べてるところなんです。待って、私にも他の趣味ありますよ。オッツは、私は彼と過ごすように壁画と過ごす時間の方が長いことに嫉妬しているだけですよ。まあちょっと、最初のアイスブレイカー置いといて本題に入ろう。まずはイルミナータら、あなたのおじいさんなら、町の歴史に関する本を読んだと言いました。肥沃な土地のことかな。それについてはフリッツ語の破片やラテン語の雑学ばかり話していたようだが。ソロンが読んだ本は修道院の図書室の本だ。そこで何が起こったか知っているな。火事になってしまったということですか？煙になってしまった。それで、おじい様の本を持っていませんか？覚えています。そこにいました。もう、気にせず持ってませんかって聞こう。ほんの少しだけだ。修道院が苦境に陥った時、祖父はいくつかを買おうとしたら高すぎた。でも本よりいいものを見せてやれるぞ。なんでもいいんです。ハラハラさせないでください。なんでもいいよ。そうだ。だから古い京都に関する本はないが、私たちは彼らのものを持っている。なんだろう。大きな壺や動物の破片。古い火事場から出たであろうレンガ。塩の山。琥珀から掘られた小熊さえ見つけた。どこで見つけたんですか？どこに保管しているんですか？両方聞きたい。どこで？私だけじゃない。カールもだ。ファビアンも。どの農民も同じことを言うだろう。畑の土の下にあるんだ。季節が変わる前に何も出てこないことはない。そうなんだ。
ということは至るところになるってことですね。どこに保管しているんですか？どこにも。他の石や根っこの塊と一緒に山積みしておくだけだ。確かに興味深くはあるが、見る以外に何ができるわけでもない。どういう意味があると思いますか？調べていない。この人たちはどのように暮らしていたのでしょうか？どんな人たちだったと思いますか？どこに行ったんでしょうか？暮らしぶりを聞いてみましょうか。記憶に残るって。素朴ではあっただろうが、快適に。もう家はあまり見つかっていないんだ。腐ってしまったのだろう。ということは、小で生活していたのではないか？だが道具はいいものばかりだ。錆びてさえいなければ今でも使えると思う。理由はわからないが、洞窟や泥の中で住んでいたのでは。彼らはキリスト教徒ではなかった。それは間違いないが、決して野蛮だったわけでもない。苦労はしたら生きていけたというところだろう。実際今とさほど変わらんさ。さっき塩について話していましたが、異教徒が鉱山を始めたのですか？すごく助かります。この異教徒の歴史は私が持っていたものと違っていました。鉱山の話。そうだと思う。ローマ帝国の手によるものだと思う人が多いようだが、私はローマ人はすでにあったものを掘り起こしただけだと思う。そもそもローマ人がタッシングを重宝していたのはそのためさ。塩だ。どうしてこんな小さな山奥に住み着いたのだろうとずっと不思議に思っていました。そこに異教徒の遺物が残っていると思いますか？わからない。だが彼らが残したものは、私たちが畑から掘り起こすものより保存状態がいいはずだ。マグダレレ、まさかあの場所へ行くつもりじゃないだろうな。腰にぶら下げたロープに気づきましたか？壁画に役立ちそうなものがあったら教えてください。嘘をつく。下に降りようなんて絶対に考えていません。いやもうストレートに行きましょう。マクダレレ、あの鉱山は何百年も前のものだ。入るだけで首の骨が折れるかもしれんぞ。みんなちゃんと音だわ。叱ってくれるんですね。壁画のためにやる価値があるんです。完璧なものにしたいんです。最善を尽くしたい。父のために。父のためでもあるけど、私は私。そして完璧に仕上げてみせる。君が怪我をしたらお父さんがどんな思いをすることか。それなら私は無事に降りられるように手伝ってください。そうすれば、お父さんが心配するようなことは起こらないはずです。ちゃっかりしてるね。そして、説得に成功した。交渉人の背景。交渉人っていうのはやっぱ強いのかな。異教徒の生活に興味を持った。そして壁画の成功に専念。君は気が強いな、母親に似て。あれ、そうなのかい？そして父親にも。あれ？どうやら君はあの場所から遠ざけておくことはできそうにないようだな。お願いします、ティル。わかったよ。どうやって降りるかは知らないが、あの双子たちが何度も降りているのは知っている。とコツがあるんだろう。バルタスは信頼できる男じゃないかもしれないが、彼ならきっと何かやってくれるはずだ。ありがとう、ティル。気をつけるって約束します。はい。そう願うよ、お嬢さん。すごく助かります。知識を広めることができるのは嬉しいよ。人々が自分の過去を知ることは重要だ。この異教徒のものを壁画に書くつもりか？明日、子供たちと見つけたものをラートハウスに持っていけるよ。お役に立てれば幸いだ。そうしていただけると助かります。見させてください。助かります。マグダレレ、君が興味を持ってくれて嬉しいよ。異教徒のことは誰も気にしないかと思っていた。私と祖父を除いて。言っておくが、もし森へ行くなら、両親の部下に気をつけることだ。あの連中は手厳しい。昔よりも厳しくなった。気をつけます。じゃあまた明日。じゃあね。ティルさんが、すごくいい。味方についてくれた。なんか、久しぶりじゃないかな、ああいう説得に成功するの。ずーっと失敗してたんだもん。ちょっと気分が良くなったので、ここで保存して終了しようと思います。はい。ではまた。
次回お目にかかりましょう。See you next time!